はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回も鋳造会となるんですが、鋳物綱がそろそろ限界が来ると思うので、鋳物綱なるものを作っていこうと思います。材料としてはメインは傾斜、それと猫砂ですね。あとは100均で細々したものを買ってきました。今回砂を作る段階で使うのはこのふるいです。ふるいとこのジューサーですね。これで鋳物綱が多分できると思うのでやってみようと思います。できなかったら新しい鋳物綱普通に買います。もしできたら結構安上がりかなと思いますね。手始めに10キロほど作ってみましょうか。一応なるべく買ったものは概要欄に書くようにします。今回は一応裏面に注意書きでマスクをするようにとなってるので、ちゃんとマスクして作業します。8号だとかなり細かいですね。はい、で計量してきます。これで10キロですね。次は猫砂ですね。猫砂は重要なのが、このベントナイトという主成分ですね。これが重要なんですよね。ここにあるベントナイト。できれば消臭だの抗菌だのがない方がいいんですが、なかったのでこれ使います。猫砂以外ですと化粧品などでも使っていますので、 Amazon でベントナイトと検索すると意外といろんなものが出てきます。猫砂が一番安いとは思いますけどね。それではジューサーの準備をしていきます。ジューサーの中に猫砂を入れて細かくします。あまりたくさん入れると回らないのでほどほどに。本当はここの青い粒とか色の違うグレーの粒とか除外したいんですが、ちょっとめんどくさいのでこのままいっちゃいます。今回はこうしてすごいな。ミキサーで砕いたらふるいにかけて細かいものだけを使用していきます。この作業を必要量になるまで何度も繰り返して行います。これで1キロはよし OK、 大体1キロと、傾斜が10キロなので 10% ですね。ベントナイトを混合した砂を混ぜます。まずは水を加えずに空で混ぜますね。とりあえず水を加えて混ぜるを繰り返していって、自分なりにちょうど良さそうな水分量に調整していきます。なんとなくですがギュッと握って3つくらいに割れるようになったらいいのかなと思っています。とにかく水分が均等になるようにふるいにかけていきます。あとはしばらく寝かせば OK だと思うんですけどね。先ほどベントナイトを混ぜた砂を作ったんですが、ちょっと最初に買った砂と手触りが違うので Google で調べてみたところ、粘結剤に
ベントナイトがメインなんですけど、 0.5% だけコーンスターチを入れるといいという資料もあったので、その通りにしてみます。まあ 50g ですね。コーンスターチ入れてみます。ダマにならないようによく混ぜます。コーンスターチ混ぜ終わったら袋詰めして、使う時まで保管しておきます。ヘッドカバーの方となります。こっちはもう一応は型の処理終わってますので、パテ処理終わってるので、あともう1個、今回重量が軽いので2個同時に鋳造していこうと思います。そのためには原型も2つなくてはいけないので2個プリントしました。どんどん塗っていきます。今回型としては形状そこまで難しくないので、前2つシリンダーヘッドよりは楽かなと。原型を磨き終わったので、ここからは中子の製作をしていきます。型の準備できたので砂集めてみます。うまくいくといいですけどね。どうなんでしょう。ダメならまた考えます。なので 100g とします。今回も小さじ2杯ですね。小さじ2杯の計算ソーダ。ダマにならないように気をつけて手早く混ぜていきます。混ざったらあとは力の限り詰め込んでいきます。最後に蓋をしてガスを入れる準備ができます。炭酸ガス注入と。型を丸ごとビニールに入れとけば炭酸ガスが無駄にならないような気がします。これでしばらく放置と。よし、そろそろ固まったと思うので型取り出していきます。よいしょ。漏れた。ダメか。こっちも漏れた。うまくいかないなこれは。固まりきってないからというわけではないんだよね。こんな感じで出来上がってほしいんだけど、無理か。足でもいけるかこれ。1ミ目は必要っちゃ必要だけど、3箇所1、2目してるもんな。難しいですね。他は綺麗にいったと思うので、一回生砂の方の型作ってみて、これで固定できるなら、ここは後で加工する場所なので、固定しちゃってもいいかもしれないですね。ちょっと生砂やってみます。今までのフィンのある形状に比べればだいぶ楽かなと思うけど、そんなこと言ってると失敗するんだよね。
石をきちんと置ければ問題はない。出っ張りなくてもいけるな、これ。出っ張りは特に必要なさそうなので、出っ張りなしで、あとは中子をちょっと量産してきます。1個目型一応できたので、2個目の型で準備していくんですが、2個目はちょっと実験で先ほど作った砂ですね、自作の鋳物砂でやってみます。手順は同じですが、今回は2個同時にやっていきます。2個同時に作れると手数減って楽ちんですね。よいしょよいしょ。一旦地面に置きました。はい、よいしょ。はい。はい、プレス。よいしょ。さすが私の体重です。過去一圧縮できました。この方法かな、全部。今回は中心ですね。ですが、今回はステンの棒が出てるので注意してと。よいしょ。よっしゃ。本当はこの段階で上と下の型は分かれなくてはいけないのですが、失敗しました。こっちが失敗した。はい、2回目の型はとりあえずここまでは問題ないですね。型が崩れやすいのは砂のせいですかね。多少は崩れたけど問題はなし。このぐらいなら。一応型 A、B 両方ともできました。型 B が買った砂ですね。鋳物用として買ったものです。型 A が、珪砂に猫砂混ぜて鋳物用の鋳物砂作ったものですね。こっちには1個原型入れてあります。こっちは2個原型が入ってます。今とりあえずロースタートさせたので、今からでは吹いてみます。うまくいくのかどうかちょっと謎ですが、とりあえずはうまくいくことを祈って進めていきます。はい、温度も上がってきたので1回目の鋳込み進めていきます。1回目はこの古い砂、鋳物専用の砂の方でいきます。1回目の鋳込み終了と。目の型から
はい、結構いい感じで、まだ中がついてますが、うまくいったと思います。砂自体を結構乾燥させてあったのがいいのかな。でも砂乾燥してると型取りづらいですね。難しいとこですね。そしていよいよ機体の自作鋳物砂の方の鋳造を始めていきます。湯口の隙間からおもらしですね。これはやばいです。とりあえず霧吹きで水かけて温度下げますね。温度少し下がったらスプーンですくって木がこれ以上焦げないようにどかします。はい、こいつはここから OB しちゃったんで押し湯が少なくなったので期待はできないですが、とりあえず開けます。っていうか開けないと次いけないし。まあ幸い外型も致命傷というほどではないので問題ないですね。水分多いんだろうな、これじゃあ。難しいね、型の鋳物砂の水分調整はなかなか難しいですね。ここ入りきらなかったですね、いまいち。はい、横漏れしちゃったのでなかなか厳しいですね。ここで、金属の不足が出ましたね。やっぱ押し湯不足ですね、これは多分。他はこっちは結構入ったんですよね、それなりに。どんどん作っていこうと思います。この方法が一番いいですね。一応方法も確定したのでどんどん型を作っていきます。足踏み式最強ですね。今回も一つは自作の鋳物砂で進めていきます。もう一つは従来の鋳物砂使います。これは自作の鋳物砂がこの型枠1個分しかないので仕方がないですね。これでよし。よし。まだ温度低いですね。じゃあ行きますと。温度が上がったので酸化膜を取って煮込みを始めていきます。一応温度チェック。だいたい730度ですね。1個目の煮込みが終わったので続いて2個目の煮込みを進めていきます。まあまあ綺麗に入ってると思います。細かいところもうまくいったかな。でもう一個と。こっちも特に問題はなさそうですね。
けできてりゃ十分です。まあ砂型鋳造を始めたばっかの素人にしちゃマシかな。まあ形になっただけ大概です。よし、これでしばらくは鋳造作業ないので切削になりますね。この後はしばらく。今回の鋳造ですが、この1個だけで吹いたのが1個目のやつですね。まあ結構うまくいってます。ここをちょっとかけちゃいましたが、こことかここちょっとかけたぐらいで、あとはだいたい OK ですね。でこれが2回目、連続してやってるんですが2回目の分で、ここがおもらししちゃったので、結局お塩が少なくなって入りきれませんでした。なのでここら辺とかがどうしても足りなくなってますね。こっち側ちょっとダメですが、こっちはなんとか形にはなってるので使えそうですね。ちょっとここら辺がちょっと引けてはいるけど、まあこの辺ちょっと切削してみないと分かんないですね。で3回目、まあこれは特に問題もなくできましたね。バリがいっぱいあるのは気にしないと。で4回目の鋳造、これも特に問題なくできてるので OK ですね。ではあとは湯道を切っていきます。全部の湯道切りました。こっちの4つは問題ないですね。こっちは最初に吹いたこれを候補にしとこうかな。この2つはちょっと状況がいまいちなので、この5つが使えそうですね。次の作業は鋳造した部品の仕上げとなります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。